なぜ格差は消えないのか、数字と人間の本質から読み解く。格差。1、規模。世界の富の上位 1% が全体のおよそ4割を占めています。世界不平等データベースという国際的な研究機関の集計による数字です。上位 5% まで広げると、その割合は7割近くに達します。一方、世界人口の下位半分が持つ資産は全体の 1% にも届きません。2、日本国内でも同じ傾向が見られます。野村総合研究所の調査によれば、預貯金や株式などの純金融資産が1億円を超える世帯は2013年時点で165万3000世帯となり、調査を開始した2005年以降最も多い数字を記録しました。2021年からのわずか2年間で世帯数はおよそ1割1分増加しています。3、加速。この10年の推移を見ると増加のペースがより鮮明になります。純金融資産1億円以上5億円未満の富裕層はおよそ95万世帯からおよそ153万世帯へとおよそ 1.6 倍に増えました。5億円を超える超富裕層はおよそ5万世帯からおよそ12万世帯へとおよそ 2.2 倍に増えています。4、要因。この背景には株式や投資信託といった値動きの大きい資産の価格上昇があります。加えて円安の進行によって外貨建ての資産を持つ世帯にとっては円換算での資産価値がさらに膨らむという事情も重なりました。5、倍増。保有する資産の総額で見ると変化はさらに大きくなります。2005年から2023年にかけて富裕層が持つ純金融資産の総額はおよそ167兆円からおよそ334兆円へとほぼ倍増しました。超富裕層の総額もおよそ46兆円からおよそ135兆円へとおよそ3倍近くにまで拡大しています。6、共通。こうした動きは日本だけの現象ではありません。アメリカでも上位 1% が持つ資産の割合はこの35年ほどで 20% 台前半から 30% 台前半へと着実に上昇を続けています。推移。1、圧縮。格差は人類の歴史を通じて常に高い水準にありました。ですが20世紀に入り大きな例外が訪れます。2つの世界大戦を挟んだおよそ60年から70年の間、格差は歴史上稀に見る規模で縮小しました。経済学の世界ではこの時期を大圧縮と呼びます。2、要因。この圧縮を引き起こしたのは平和的な政策だけではありませんでした。戦争による資産の直接的な破壊、戦費を賄うための高い累進課税、そしてインフレによる資産価値の目減り、こうした激しい出来事が重なり合った結果でした。3、転換。ところが20世紀末から状況は大きく変わっていきます。190、80年代以降、世界各国で規制緩和が進み、資本や情報が国境を越えて自由に行き来するグローバル化の時代が本格化しました。4、金融。同じ時期、金融市場の役割も急速に拡大していきます。株式や不動産といった資産を運用し、その値上がりによって富を増やす金融資本主義と呼ばれる仕組みが経済の中心を占めるようになっていきました。5、再拡大。働いている賃金の伸びは多くの先進国で緩やかなものにとどまりました。一方で資産を運用して得られる利益は世界的な株価の上昇とともに賃金の伸びを上回るペースで増え続けました。こうして格差は再び拡大へと転じていきます。6、現在大圧縮という例外的な時代が終わり、格差は再び歴史の中で見慣れた高い水準へと戻りつつあります。今私たちが目にしている格差の拡大は長い歴史の中ではむしろ通常の状態への回帰だとも言えるのです。現在内閣府や日本証券経済研究所の実証研究でも裏付けが取れています。高所得層ほど限界消費成功追加の所得の内消費に回す割合が低いという傾向は複数の調査で確認されています。内需。1、成功。新たに入ってきたお金のうちどれだけを使うか。この割合を経済学では限界消費成功と呼びます。内閣府や証券経済研究所の調査によれば、この割合は所得が高い世帯ほど低くなる傾向があることが分かっています。2、対比。所得が少ない世帯では追加の収入のほとんどが生活費として消費に回ります。一方、所得が多い世帯では追加の収入の内消費に回る割合は小さくなり、多くが貯蓄や投資に向かいます。3、蓄積。この傾向は富が一部に集中するほど経済全体の消費の伸びをなまらせる方向に働きます。同じ金額のお金でも誰の手に渡るかによって社会に出回る速さが変わってしまうのです。4、内需。日本経済が長く抱えてきた内需の弱さという課題もこの構造と無縁ではありません。
所得が上位に集まるほどそのお金は消費に回らず、貯蓄や投資という形で市場の中にとどまり続けます。5、循環。お金が使われれば誰かの所得になり、その所得がまた新たな消費を生みます。この循環が細るほど経済全体の勢いは失われていきます。富の偏りは単に個人の間の格差にとどまらず、経済全体の体温そのものを下げてしまう問題でもあるのです。機会。1、学力。家庭の経済力は子どもの学力にまで影響を及ぼします。政府税制調査会に提出された研究によれば、世帯年収が200万円未満の家庭と1500万円以上の家庭とでは、中学3年生の学力調査の正答率に20ポイント以上の開きがあることが分かっています。2、教育費。学校の外で受ける教育にも大きな差が生まれています。世帯年収200万円未満の家庭と1500万円以上の家庭を比べると、学習塾や習い事にかける支出にはおよそ3倍の開きがあります。3、連鎖。こうした差は進学率にも現れます。家庭の所得が高いほど大学への進学率も高くなる傾向が複数の調査で確認されています。貧しい家庭に生まれた子供が大人になっても再び貧しさから抜け出せない、こうした貧困の世代間連鎖が日本国内でも指摘されています。4、選択。生まれた家の資産によって努力を始める前から選べる選択肢の幅そのものが変わってしまう。これが機会の不平等と呼ばれる問題です。5、政治。資産を持つ層への影響は教育だけにとどまりません。政治への働きかけには時間や資金といった資源が必要です。多くの資産を持つ人ほどこうした資源を使って自らに有利な政策を働きかけやすくなるという指摘もあります。6、蓄積。結果として資産を持つ層に有利な制度が積み重なり、格差はさらに固定化されていく。機会の不平等と政治の歪み、この2つは互いに絡み合いながら格差を長く続くものにしてしまうのです。皮肉。1、逆説。歴史を振り返ると皮肉な事実が浮かび上がります。格差を最も劇的に縮小させてきたのは平和な政策ではなく、むしろ暴力的な出来事だったのです。2、研究。スタンフォード大学の歴史学者ウォルター・シャイデル氏はこの問いに人類史全体を通じて向き合いました。石器時代から現代まであらゆる時代の格差の記録をたどった結果、導き出された結論は重いものでした。3、4騎士。格差を大きく縮小させた要因は歴史を通じて4つしかなかったとされています。大規模な戦争、革命、国家の崩壊、そして疫病です。シャイデル氏はこの4つを格差を平らにする4騎士と呼んでいます。4、大戦。中でも最大の効果を持ったのが2つの世界大戦でした。戦争は資産を直接破壊し、戦費を賄うための重い累進課税を生み、インフレによって資産の価値そのものを目減りさせました。第一次世界大戦から190、70年代にかけて格差は歴史上稀に見る規模で縮小しました。5、不在。では平和な手段だけで格差が大きく縮んだ例はあるのでしょうか。シャイデル氏の答えはほとんど見当たらないというものです。教育の普及や社会保障の充実といった穏やかな政策だけで暴力的な出来事に匹敵するほどの縮小が起きた例は歴史上ほぼ確認できないとしています。6、重み。格差を縮めてきたのが平和ではなく暴力だったという事実。これは格差という問題の根深さを静かに物語っています。分配。10分制。1、資産。世界中の資産を全て集め大人の人数で均等に分ける、そんな思考実験をしてみます。2、規模。調査機関によって推計に幅はありますが、世界全体の資産の総額は1ドル150円換算でおよそ450兆ドルから600兆ドルに上るとされています。3、人口。これを世界の成人人口およそ53億人で割ってみます。すると1人当たりの金額はおよそ1300万円から1700万円という計算になります。4、10分制。数字の上では決して小さな金額ではありません。理屈の上ではこの世界にはすでに全員が豊かに暮らせるだけの富が存在していることになります。5、意味。もちろんこれはあくまで平均であり、実際に一人一人の手元にこの金額が届くという意味ではありません。それでも世界全体で見れば富そのものが不足しているわけではないという事実は示していると言えます。留保。1、平均。先ほどの1300万円から1700万円という数字はあくまで平均です。実際に多くの人の手元にある資産とは大きくかけ離れています。2、乖離。例えばアメリカでは上位 1% の世帯が平均でおよそ24億円もの資産を持つ一方、下位 50% の世帯が持つ資産は
平均でわずか130万円ほどにとどまります。同じ国の中でも平均という数字だけではこの差は全く見えてきません。3、偏り。世界全体で見ても事情は同じです。ごく少数の富裕層が桁違いの資産を持っているために、平均という数字は実際の多くの人の資産よりもはるかに高く押し上げられてしまいます。4、性質。もう一つ見落としてはいけない点があります。世界の富の多くは現金として積み上がっているわけではありません。不動産や自ら経営する会社の株式といった簡単には現金化できない資産がその大部分を占めています。5、限界。数字の上で全員が豊かに暮らせるだけの富があるとしても、それをそのまま分け合えるとは限りません。平均という数字は世界に富が存在することを示してはくれますが、それが今すぐ手に入ることまでは保証してくれないのです。壁。1、対比。民主主義の世界では誰もが平等に1票を持っています。ですが経済の世界では持っているお金の大きさがそのまま力の大きさになります。この2つの原則は必ずしも同じ方向を向いていません。2、実例。フランスはこの壁に何度も直面してきました。かつて所得1億4000万円を超える富裕層に対し 75% もの税率を課す制度を導入しましたが、わずか2年で廃止に追い込まれています。有名な俳優がフランス国籍を捨ててロシア国籍を取得するという出来事も起きました。3、流出。資産課税の制度でも同じことが起きました。フランスで長く続いた連帯富裕税は2017年に廃止されています。廃止までのおよそ15年間で4万人ほどの富裕層が5兆円規模の資産とともに国を離れたという試算もあります。4、構造。これが一国だけで富裕層への課税を強めることの難しさです。税率を上げれば上げるほど資産を持つ人ほど身軽に税率の低い国へと移っていきます。残された国には期待していた税収が入らないまま優秀な納税者だけがいなくなるという結果が待っています。5、沈没。結果として税収そのものが増えるどころか目減りしてしまう恐れすらあります。善意から始めた課税強化がかえって国の財政基盤を沈めてしまう。これが一国だけで格差に立ち向かおうとするときに待ち受ける壁です。本質。点と。1、起源。お金はもともと人間が作り出した道具です。物々交換の不便さを解消するために生まれた単なるな形の手段でした。2、逆転。ですが今ではその関係が逆転しているようにも見えます。人間が便利さのために作った道具であるはずのお金に今度は人間の側が振り回される。生活のあらゆる場面がお金という物差しで測られ評価される時代になりました。3、支配。働く時間も住む場所も人との関係すらもお金という基準を抜きにしては決められなくなっています。道具だったはずのものがいつの間にか人間の行動そのものを決めるルールになっているのです。4、象徴。これまで見てきた格差の話も突き詰めればこの逆転が生み出した結果だと言えます。資本の収益率が成長率を上回るのも資産が海外へ逃げていくのも全てはお金というルールの上で人間が動かされているために起きていることです。5、道具。しかしここで一つ疑問が残ります。こうした仕組みを作ったのは制度でしょうか、それとも制度を選び続けてきた人間自身でしょうか。道具であったはずのものがいつしか主人になる。この逆転こそが今回辿ってきた格差というテーマの一番奥にある構造なのかもしれません。依存。1、思想家。ドイツ出身の社会心理学者エーリッヒ・フロムは1941年に表した自由からの闘争の中で人間と自由の関係について鋭い問いを投げかけました。2、主に自由は人間を解放するもののはずでした。ですがフロムは自由には裏の顔があると指摘します。自由を手にした人間は同時に孤独と不安にもさらされるのです。3、闘争。自分自身で決断しその結果を全て自分で引き受ける。この重さに耐えかねた人間はしばしば自由そのものから逃げ出そうとします。フロムはこれを自由からの闘争と呼びました。4、服従。行き着く先は権威への服従や集団への同調です。フロムはナチズムが台頭した背景にまさにこの心理があったと分析しました。強い指導者や絶対的なルールに身を委ねることで人は孤独から逃れ安定を得ようとするのです。5、系譜。歴史を振り返れば人間が身を委ねてきた絶対的なルールは時代によって姿を変えてきました。ある時代には暴力でありある時代には宗教であり、そして現代においてはお金がその役割を担っているとも言えます。フロムはナチズムを例に挙げましたが、もし現代に置き換えるならその絶対的なルールの役割を担っているのがお金ではないかということです。6、示唆。フロムの洞察が正しいなら
格差という問題の根底には単なる制度や経済の話だけでなく、自由という重荷から逃れたいという人間そのものの性質が横たわっているのかもしれません。まとめ1、事実、これまで見てきた通り、世界には全員が豊かに暮らせるだけの富がすでに存在しています。数字の上ではそれは疑いようのない事実です。2、乖離、それでもその富が実際に行き渡ることはありません。資本の収益率は成長率を上回り続け、格差は世代を超えて引き継がれ、一国だけの努力では資産の流出という壁に阻まれます。3、20、その理由は2つ重なっているのかもしれません。1つは人間自身が作り出したお金という仕組みそのものです。もう1つはその仕組みに寄りかかり身を委ねたくなる人間の習性です。4、縛り、道具であったはずのお金に振り回され、自由という重荷から逃れるために絶対的なルールを求めてしまう。私たちは外側にある制度と内側にある習性、その両方に縛られているのかもしれません。だからこそ今 OECD のグローバル最低税率や資産情報の自動交換 CRS のような国境を越えた包囲網が作られ始めているとも言えます。完全な解決は困難だが、少なくとも格差は自然な状態だと諦めるのは違うということです。5、使命、格差をめぐるこの一連の話は税金や制度の話であると同時に人間そのものについての話でもありました。答えを急ぐ前にまずはこの構造を正しく見ておくことから始めたいと思います。